蛇の群れがいる室、ムカデと蜂の室、そして炎に囲まれたの。危機を越えた若い神は、スサノオノミコトの娘を背負い、剣と弓矢と琴を持って逃げます。その先で、大穴無地の神は、後に広く知られる名を授かることになります。今回は、根の片す国、大国主の神が生まれる物語です。古事記。今から1300年前、このままでは、本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が、古くからの伝えを語り継ぎ、書き残した、日本最古の物語です。大穴無地の神が根の片す国へ着くと、一柱の女神が出てきました。スサノオノミコトの娘、スセリ姫です。二柱は目を合わせ、古事記はその場で夫婦になったと語ります。スセリ姫はすぐに父のもとへ戻りました。とても美しい神がおいでになりました。スサノオノミコトは外へ出て大穴無地の神を見ました。そして彼を芦原の至高の御事と呼び、御殿へ招き入れます。けれど案内されたのは蛇が群がる室でした。大穴無地の神はそこで一夜を過ごすよう命じられます。蛇が襲ってきたら、このヒレを3回振って打ち払ってください。スセリ姫が渡したのは蛇を退けるヒレでした。大穴無地の神が教えられた通りに3回振ると、蛇の群れは自然に静まります。こうして大穴無地の神は無事に朝を迎えました。次の夜、スサノオノミコトは大穴無地の神をムカデと蜂の室へ入れました。スセリ姫は今度も別のヒレを渡し、同じ方法を教えます。大穴無地の神は2度目の夜も無事に切り抜けました。さらにスサノオノミコトは音の鳴るかぶら屋を広いのへ行込みました。そして大穴無地の神へ矢を拾ってくるよう命じます。大穴無地の神が野の奥へ入ったその時でした。スサノオノミコトは野の周りへ火を放ちました。炎は四方から迫り、逃げ道は見つかりません。大穴無地の神が立ち尽くしていると、足元へ一匹のネズミが現れました。ネズミは入り口は狭くても中は広い場所があると知らせます。大穴無地の神が示された地面を踏むと、地面の下へ落ち、広い穴の中へ隠れることができました。炎は穴の上を通り過ぎていきます。日が過ぎると、ネズミは探していたかぶら屋まで運んできました。矢羽はネズミの子たちに食べられていましたが、矢は戻ったのです。そこへスセリ姫が、大穴無地の神はなくなったと思い、早々の道具を持って泣きながらやってきました。かぶら屋を受け取ったスサノオノミコトは、大穴無地の神を広い部屋へ連れ戻しました。そして今度は自分の頭の白荷を取るよう命じます。ところが髪を分けてみると、そこにいたのはたくさんのムカデでした。スセリ姫はムクの木の実と赤土を夫へ渡しました。大穴無地の神は実を噛み砕き、赤土を口に含んで吐き出します。スサノオノミコトはムカデを噛んで捨てているのだと思い、感心しながら眠ってしまいました。大穴無地の神は眠ったスサノオノミコトの長い髪を天井を支える太い木の一本一本に結びつけます。さらに戸口を大きな岩で塞ぎ、逃げるための時間を作りました。そして大穴無地の神はスセリ姫を背負いました。スサノオノミコトの幾太刀と幾弓矢、そして雨の乗り事と呼ばれることを持ち、二柱は御殿を抜け出します。ところが逃げる途中で琴が木の枝に触れ、大きな音を立てました。地面まで鳴り響き、スサノオノミコトが目を覚まします。驚いて起き上がった勢いで、
建物は倒れてしまいました。それでもスサノオノミコトは何本もの太い木に結ばれた紙をほどくのに時間がかかりました。二柱はすでに遠くまで逃げ、与物白坂へたどり着きます。スサノオノミコトは遥か先の大穴無地の神へ向かって声を張り上げました。その太刀と弓矢で八十波を追い払え。お前は大国主の神となり、写し国主の神となれ。せりびめを正妻とし、羽化の山のふもとに太い柱を立てた宮を築いて住め。大穴無地の神は、幾太刀と幾弓矢を持って八十波を追い払いました。坂のふもとへ追い伏せ、川の向こうへ追い払い、ここから国づくりを始めます。こうして、袋を背負わされていた若い神は、大国主の神として歩み始めたのです。ここで一つだけ見ておきましょう。この物語では、同じ神が大穴無地の神、芦原の至高の御事、そして大国主の神と、場面に応じて違う名で呼ばれます。國學院大学の解説には、試練を超え、国を治める者へ成長する流れとして読む見方があります。名が変わること自体が物語の節目なのです。国づくりを始めた大国主の神。けれど、広い国を一柱だけで整えることはできません。やがて海の向こうから小さな神がやってきます。次回は大国主の神の国づくりと少なみこなの神です。